ティグランドとジョンです。今回はナビ VS クラス e スポーツというクランとの対戦ですね。はい。なんかね、今日はね、試合前からね、ガクが対戦相手の4番に旗を立てて最初に行くぜっていう風にね、宣言してたんですけど、友達かなんかなんですかね。どういうことでしょうか。まあちょっとその辺も注目しながら見ていきましょう。というわけで早速やっていきます。先行対戦相手の方からですね、見ていきましょう。スーパーアーチャーのエレクトロタイタン編成ですね。はいよはいや。入ってから速攻攻めましたね。忙しい人のアタック。突撃艦タウンホール前のダミー壁のところ。まあ、ウォールブレーカーとか使いつつ、ウォールブレーカーがもうすべていなくなったので、スーパーアーチャーをクローンで増やしていきます。クロスボウと、モノリス、タウンホール。まあ、プラスアルファでもっと削っていきたいというところ。援軍処理の方もそこそこにはやってくれてますね。スーパーガーゴイルとエレクトロタイタンがいると思うんだけど、ウォーデンの影でちょっと見えづらいですが、全然やってくれてなかったですね。エレクトロタイタンの HP かなと思ってたら、ストライカーの HP って全然削れてなかったですね。はい。まあ、ただ、援軍処理に関してはエレクトロタイタンがいるので、まあ、簡単に処理がすることができるので。あ、アイゴルから入った。さあ、ここからもう全ユニットぶっ破していっての、攻めが始まります。さあ、ウォールブレーカーでタゲを取ってからのバルーン。これ6時が、このバルーンが、延命されたら、6時がね、おい、ロイちゃんはいや。はいや。なんかいろいろ早いな、すごいな。さあ、エレクトロタイタンはすべて外周に流れつつストライカー当てて、ロイヤルチャンピオンはもう下に展開。さあ、ウォールブレーカー使ってくんですけど、ヒーラーの方がここはクイーンに入ってくれると、いや、ちょっとこれはさすがに忙しすぎますね、この人。この後予定ある人だな、これ完全に。いろんなものがめちゃくちゃ早い。これは普通にスケジュールが厳しい人ですね。次にもう控えてる人だ。もうクラン移動とかしちゃうんじゃないのこれ。でも結構伸びてますね。結構伸びてはいるから、ちょっと丁寧にやればワンチャンあったかもしれない。この大工のカットとかね、この前別のクランの人もここ大工のカットができずに流れてたりとかあったり、ちょっと流れがちな大工のところですかね、ここ。さあ、40秒余っていって逆にお釣りが来ました。破壊率の方は81あたり、まあもうちょいプラスアルファで削れるかなというところですが、まあ重要な防衛施設としては対地クロスボウと投石機というところ、あとは防衛のクイーンが残ったような感じですが、まあワンチャンありかけましたね、これね。意外と伸びてる。だいぶテキパキやりましたね。さあ、82%。さあ、額。まあやはり、試合前から、いいや、こっちも。試合前から予約をしていただきあって、4番に来ましたね。さあ、これはタウンホールの方に食い火誘導しつつ、まあいい。かなりいいルートになりそうですね。イエティでタゲを取りつつ、シューターをセットというところ。まあ、外周部からやるんじゃなくて、まあ一応、外周部からやろうとしたらかなり限定されますからね。両サイドのアチャーターがあるので。タウンホールの方にキング誘導して、これはかなり美味しいですね。結構、すごいタウンホールの置き方ですね、これ。火力は上がってるところ、ここはレイジを置きつつ、あ、外からクロス打てんのかな。これはもういったでしょ。いい食い火。逆サイドはベビドラでサイドカットやりつつ、アイゴレの方もキングの方でちょっと処理してくれるとありがたいんですが、まああんまり削れてないですね。さあ戻ってきた。これポイズンタワーバルーンで解除できると熱すぎる。解除ができて、これ、ちょっとかかったか、クイーンの方に。かかんなければね、援軍処理、時間そんなにかからず、まあ、ほぼ無視するような形で。まあ、ポイズンの方もここに使いつつ、もう完璧ですね。あともう1枚ウォールブレーカーはないか。まあ、なくても十分機能しますね、これは。イーグル砲の方にシューター打ちつつ、
アイスラバ型のロイヤルチャンピオンつけて、いいフリーズがここは一度入ってから、マルチインフェルノの方もフリーズをかけていきます。で、クイーンはトルネード食らってるので、ここクローク合わせつつ、インビジブルですね。インビジブルから入ってレイジ。で、ラバルの方にもレイジを置いていって、出てきたロケバルライダーというところがシューターから登場。ロイヤルチャンピオンも残ってますからね。ちょっとフリーズ外しましたが、フリーズヘイストフィニッシュで GG と。なんなんでしょうね。攻める前から。開戦する前から予約してたんですけど。さあ、バルーン2体余りつつ、圧倒的全開。八百長か？攻める配置実は知ってたのか？あら。こんなバレやすい八百長する？さあ、圧倒的全開。ガーサス。さあ、スーパーアンチャー編成のドラゴンですね。シンプルすぎる。ユニット3種類しかいない。逆サイドからやっていく形ですね。もう流れの中でかましていくやつ。はい。さあ、ドラゴンライダーが結構こんなに入る形のドラドラ。久しぶりですね。突撃艦もね、トームに合わせていかなきゃいけないので、さすがにいきなり初手トームをかますわけにもいかず、少し貯めてからのここでトームです。その隙にちょっとドラゴンの方には被弾が入りつつ、さあ、エアス一発受けましたが、この突撃艦は影響を受けない位置。さあ、早めに落として、インビジブル。もうクローンまで行っちゃう。でさ、罠ユニットとか増えてないよね。大丈夫だよね。スーパーウィザードもいますかね、これは。スーパーウィザードとスーパーアーチャーというところ。さあ、これは援軍が釣れちゃってますね。さあ、ようやくタウンホールを打てるような感じ。ラストインビジブルでタウンホールを打っていきつつ、第1クロスの方も打ちつつ、これ壁越しにマルチ IT のところまでスーパーアーチャーも伸びていく。さあ、ドラゴンパートは全部消えちゃいましたね。ヒーローが9時からやってきました。さあ、どうなる？おでん。スーパーアーチャーにくっついてるな、おでんは。さあ、ドラゴンライダーも後ろ側を回収しつつ、さあ、キングの方は早くもフィストで暴走させていって、フリーズ1枚あるんで、これをどういう使い方してくるかが大事になってきそうですね。ストライカーとか持ってきてないので、相手のキングと当たるところがかなり辛そう。フリーズは一旦ここに使います。クローク処理して外周ぐるっと回って6時まで回収をクイーンでやっていかなきゃいけないようなイメージかな、これは。ロイヤルチャンピオンはね、先走って、このマルチキングのところでね、捕まって死んでいって、罠を引き出してくれるみたいな意味合いになりそう。あとはクイーンでそのトラップ系をね、回収して、クイーンの、キングのね、ところでクロークを使うような感じになるかな。特にトラップは出ませんでしたが、キングの HP もほとんど削れず。ぐるぐる回って間に合うかどうかという展開、かなり早いタイミングでね、回していったので、時間自体はまだ50秒ありますが、いかがでしょうか。さあ、ディギーはここで潜ってターゲットが変わらず、さあ、キングをクイーンが殴り続けて、これ相手にも気づかれてないので、HP の方管理できてますね。さあ、ここでクローク合わせて、リクスケないのが朗報です。さあ、これ早めに壊したい。ユニコーンは活かしたい。何かやっぱユニット欲しかったね、これね。6時回収できるだけでもだいぶ世界変わるんだけどな、これ。これだとちょっと6時までは絶対伸びない絶望的な展開なんですけど、6時がもし削れてたらワンチャンあるかもって思いながら見ることができた。そんなアタックじゃないでしょうか。3時の方まで。余力だけで言うと全開までいけるレベルなんですけど、回収リットが一切いないので、もったいないな、88%。いけると思うな、これは。さあ、ベルナウ。9時からシューターを置きつつ、タンクイヒーですね。結構、オールドベースと呼ばれるような古いタイプの配置が多く。まだね、最初の方の対戦相手だからね。そして、相手の防衛セットのレベルもまだ上がってなさそうな感じですね。このまま、大工のところとか穴開けして、モノリスの方を打てるような角度でやっていきたいような感じ。スニゴブ通していきまして、これは右サイド、こう、削っていくことで、クイーンのルートをね、外側に広げないような感じ。さ
さあ、もう一度ここはフリーズレイジをかけていくんですが、タウンホールポイズンだけでも非常に高い火力というところ。さあ、対地クロスボウにこれでシューターが捕まってしまったので、シューターはここで破裂していきました。これインビジブル欲しい。ギリギリ。もう絶対条件ですね、真ん中貫通が、これは。さあ、ここ安定地帯に一応入りまして、レイジ一発はいいタイミングで置きたいですね。さあ、ここで置いていって、投石機のケアを両方やりつつ、援軍処理というところですが、アイゴレなのでこれは安全。非常に安全。レイジタワーも乗るところだったんですけど、これがね、火力の高いところだったら、危なかったね。ブロックも使ってる、インビジブルも使ってるというところ、フリーズもないんでね。アイスゴレムというのは、ラッキーかなと思ったんですが、ちょっとレイジーに乗ったね、対地クロスボウが実は撃ち続けて、シンプルなもう援軍ではなく防衛施設の暴力でやられました。あとはラバルというところ、ここはレイジトームをかけつつ、バルーン10体とヘイストというところ。トルネードくるくるしていきつつ、最後まで押せるか、レジェンドチャンピオン。ブロックでこのシューターが伸びなくてマルチ IT が残ってしまったところがちょっと厄介なポイントですが、投石のところまではバルーン入ってイーグル砲の方に来てくれましたね。あとは囲い込むようにバルーンが行ってお祈りなんですけど、イーグルの方が降りきれない。ホグを追加で出していく。いやー、マルチ IT がレイジタワーとか乗りつつ、イーグル砲向かったバルーンがやられてしまいましたね。さあ、ここでイーグルにホグが向かい、ホグヒーが繰り出されますが、さあ、残り時間30秒ぐらいで、マルチインフェルノの前にキングがいる。リクスケまで引き出して邪魔すぎるお前。さあ、これ、オウルのチェインによって、マルチインフェルノおよびリクスケがどんどん除去できるといいんですけど、ちょっとリクスケルトンの位置を調整しましたね。さすがにかこれは。ヒーローペットが2人空を飛びつつ、ウォーデンも空を飛びつつ、ここでウォーデンが落ちる。いやー、惜しいな。シューター分だな。98%。さあ、対戦相手。61天才のエレクトロタイタン編成というところ。これ前に同じとこ天才で多分ここ打ってくると思うんですけど、4時側の方から入ってマジで微妙なエレクトロタイタンだなっていう風に、あれ投石機にね、非常に思い入れがある方ですね、この人は。クロスボウは結構容認するタイプというところで、クロスボウは残ってしまいました。さあ、この後どうするかだね。なんかまた4時から行きそうなサイドカット始まってるんだけど大丈夫かな？ 4 時から行った10日弊社型がマジで微妙だっていう話をね、以前したんですけど、なんかそれになりそう、またこの予感。まずい。再来だ。なんでこれやりたがるんだろう。わかんないな、本当に。なんでこれやりたがるんだ？何が見えてるんだ？この時もね、70% ぐらいだったと思うんですけど、その攻めを同じようになぞってっていうことは、ほぼさすがにないですよね。成功したアタックでもない 70% ぐらいの攻めをね、そのままなぞったんですけど、なぞってる形になるんですけど、発想として全く同じアタックが来てますね。さあ、どうするか。タウンホールとモノリスのところフリーズかけつつ、その時もね、言ったんですけど、これ裏のね、イーグル対地クロスとかこういうところのケアがね、なかなかできない。今回の場合はジャンプをつなぐことで入れていって、グイーンの方がね、触れるような感じにはなってるんですけど、前回の方よりはジャンプの位置を工夫して、一応触れるようなね、頑張り方はしてるんですけど、やはり伸びないと。この段階で50ちょいというところ、これすごいな。奇跡のシンクロですね。さあ、マルチインフェルノ、これはディギが止めてくれたので、ネクロウィザードが延命されかけましたが、ネクロが残ってくれるかどうかで破壊率も楽になるところなんですが、残ってくれましたね。さあ、言うてもやっぱり 70% 台というところで、天才外したのはシンプルにミス。第1クロスは降りたかったですね。それによってウォーデンの HP もかなり落ちてたので、早めのトームをね、打たされてましたね。
その時も言ったんだけど、そこおるならね、9時に引っ張ってタウン逆から進んだ方がまだいいんじゃないかなっていう。さあ、カズマくん。61天才のエレクトロタイタン編成ということで、さっきの攻めの人と同じような形ですね。さあ、9時の方からお出比入って、そうするとこれはモノリスなのか、タイチクロスなのかですが、タウンホールのモノリスのところですね。インビジブルターとモノリス大工のところを折り切って、シューターの方は、お出品の方でこれ、タイチクロスの方までレイジ込みで狙ってくのかな。うわ。いやー、ナイスストライカーだな。それ間に合っていく。あ、しかもこれタゲオールだったんだ。おでんじゃなくて。それもラッキーだったな。ちょっとテスラ森も固まって陸スケもあるので、ここ時間かかりそうですね。これあれか？額が、この前、取れてなかった配置がまんま出てますね。どこだっけ？チャスマック EA だったかなが使ってた配置だった気がしますね。その時とちょっと反転はしてるんですけど、同じ配置ですね。テスラの感じも同じというところで。その時はね、12時にキング入れて、クイヒータウンホールの方に入れて、リターンで回収して、また6時、3時から流してドラゴン真ん中みたいなプランをやってたんですけど、カズマくんは違った編成での攻略になると。スーパーウォールブレーカー少し角度変えていくことで、これ綺麗に内側に入れていくような工夫ができている。うまい。そしてシューターの前にホグライダー通すことで完全なるテスラケアをしていきつつ、中心部でこれは援軍当たるんですけど、相手の防衛援軍もエレクトロタイタンですね。トームをまだ貯めていって、ここでイーグル砲も当たるようなタイミングでレイジタワーに回せつつのトーム。これヒーラーもしっかりレイジに乗っていきたい。入っていく。マルチインフェルノもクイーンで落としきりつつ、北側はキング、イーグル砲を折るようなタイミングでフィストを使って伸ばしていって、さあ、外周からこれ出口を作るウォールブレーカー。いいウォールブレーカーだ。出口作りましたね。そして相手のキングがね、ここで援軍パート、シューターから出てきたイエティの方で勝利ができそうなので、ここはストライカーを追加して折り切りつつ、さあ、クイーンの方はフリーズをかけて、ここはクロークを延命していくと。まだロイヤルチャンピオンが手元に残っている。これ、ロイちゃん使わずとも全回取れそうですが、残り30秒ぐらいというところと、そういうね、余力を残すアタックはやめようぜという話もね、以前あったので、クイーンウォーカーズ時代にね、そういう話をしたんですけど、さあ、4ヒーロー生存かつ、えぐい残ってんな、これ。さあ、早めですが、対戦相手アタックが来ました。なんかスーパーバーバリアンなんですけど、すごいな。スーパーアーチャー編成で、スーパーバーバリアンが入ってる。来ました、来ました。ストライカーも混ぜつつの一気のトームと。誰か最近、この突アーチャーやってたな。羊さんだ。KOK 戦か、これ。さあ、ウォールブレーカーがこれはいい。バネトラップ解除してくれてますね。その時にはね、ちょっとウィザードを追加してしまったので、この投石機まで削れずにっていう展開だったんですが、スーパーアーチャーのみでやっていくので、ここは投石機の方も落ちつつ、投石モノリスの方を破壊しつつ、プラスアルファでもうちょっと削れると強いんですけど、呪文タワーそれ飛ばせると美味しい。ナイス。インビジブル1枚残しつつ、エレクトロタイタン最初から当ててあげてもよかったんじゃないかなというところですが。どういう作りをしていくのか。アイゴレキングとスーパーウォールブレーカー、スーパーバーバリアンで削っていくような感じになります。いやー、これやっぱレイジターの乗ったマルチインフェルノのクイーンへの被弾が高いですね。ここも折られていって、残り20体ぐらいね、スーパーバーバリアンがいるんですけど、どうするんだろう。こことかめちゃめちゃきついと、ここ。キングをマルチ IT に受けながら処理しなきゃいけない。こういうのロケバルの方がまだ
いいんじゃないでしょうか。ネタ編成なのかな、そういうクランもしかしてこれ。スーパーバーバリアンクランなのか。スーパーバーバリアンである理由があんまりないですね。ただ、トッツァーチャパートはね、結構強かったのもあって、削れてはいますが、さあ、裏からスーパーバーバリアンがドカドカやってまいりまして、前回まではいけないんですけど、外周部の施設は結構削れそうですね。結構伸びましたが、最終的にはこのキングマルチを最後ね、なんとかして、呪文なしで突破しなきゃいけないっていう難関がね、最後に残ってるので、ここの攻略法が決まってないと、前回まで伸びないというところですが、なんかもうちょっと、ヒーローパートとかがなんかうまくいってたら、ワンチャン、タレベルの攻めにはなってるんですかね、89%。タホスさん。ツイズラバルですね。ならば、ポンと投げていきつつ、突撃艦、これはどこまで行くのか。うわー、めっちゃ奥まで行った。これ、プラン的にはどうなんでしょうね。手前で落ちてもしょうがないなぐらいの投げ方だったと思うんですけど、奥まで飛んできましたね。超上振れてる。これ、アイゴレ隠すことによって、援軍に捕まらず、スーパーウィザードがしっかりと、ここ、クイーンの処理まで。さあ、レイジターンも壊しつつ、いや、これはかなり上振れた。ちょっとね、インチキ部分と言われる部分もありましたね。罠があったら落ちてしまう突撃艦だったので。それでもね、手前で落ちても全然よっけーよっていう感じだったんですが、届くなら奥までね、行かせた方が当然いいので、届いてしまったもんは、有効活用させていただいたって感じですね。とんでもないバリューになりました。さあ、アイゴレが入ってきつつ。これはえぐいな。あとはもうマルチ IT 込みで、キングのフィストでブラしつつ、アイゴレさして、クイーンをクロックタウンホールの方へ。3時ロイちゃんしつつ、2時、12時ぐらいからラバル合流するのかな。結構浅めだったらもうラバルを3時から一緒に進めていくようなスタイルにもなるかもしれない。バルーンも追加でやりつつ、ヒーローパートの伸び次第でそのロイちゃんなのかラバルなのかみたいな話が変わってくると思います。やはりロイちゃんは3時から出しつつ、結構キングの方もいい感じに伸びてくれてるからね。ジャイ、あっちゃ。珍しい。ターンホールの方にクイーンきっちり進んでくれました。ロイヤルチャンピオンの方もね、特に対策に引っかかってないので、綺麗に進んでくれつつ、ラバルパートはやはり2時から来ました。1枚目のラバと押しつつ、オイラバストライカートームをロイヤルチャンピオンかかるようにやりたいですね。ライフオーラに入ったので、ここはギリギリのところを貯めていって、ヘイストかけて、ラバストライカートームをぶちかまし、ロイヤルチャンピオンもしっかりトームかかってることがね、突入ズラバリにおいてかなり強くなる秘訣です。イーグルモノリスのとこフリーズかけて、ラバハウンドが上をプカプカ通過中。ウィズ島に対して裏からベビードラ刺しつつ、残ったバルーン裏から回収、フリーズも3発ありますが、ロイヤルチャンピオンのところ、キング固めていって、GG と、圧倒的。これはもう初手の突ビズで勝負ありレベルでぶっ刺さりましたね。ドやフリーズでミッキーマウス完成させて、GG。さあ、突ビズラバレ。ここかな、狙いは。この辺も、ホーミングがあったら落ちるポイントですが、エアスイーパー吹かれつつ、きっちり届きました。入ってますね。第1クロスと、透析機のところ、呪文ターンも落としつつ、防衛クイーンもうちょい手前に来たらね、そこら辺まで処理ができそうですが、壁を打ったので、壁越しに、クイーンの方にいいダメージ入ってますね。これ、クイーン処理まで行きたい。強い。援軍も釣れました。いや、強いな、これは。6時にヒーローを釣りつつ、フリーズ止め。リクスケまで出てしまったのがちょっとがっかりしてね。さあ、ウィザード追加で出していって、ストライカー1体まだ残ってるので、ここは、
ラバーハウンドの処理と合わせて。いや、これベビドラ強すぎんか？イーグル周りの施設がどんどん消えていく。いいバルーンですね。ただ、安いがギリギリ。あ、でもそれ、ホーミングヒット早めにイーグル落とせると。ですね、それ。第1クロスかかってるんでね。アーチャーとかだとちょっと、どうか。出しましたね、アーチャー。ちょっと厳しい。ですが、バルーンで折り切りました。タウンラバルか、普通にこれは。初手にフリーズ対空砲の、じゃあ、マルチインフェルノのところにかけていきいいボールブレイカー。もうラバル始めて良きでは。ウィン絶対タウンまで伸びないんだから。ちょっとロイちゃんへの被弾もかかりつつ、ラバルですね。もうちょい角度つけた方がよかったか。オーデン。なるほど。いや、これ強いな。ヒーロー、ワンチャン触れかけたがフリーズは打てなかったですね。オイラバストライカーでヘイストトームかな。ヘイストトームですが、ここはトルネードがあるのでタウンバッカーで結構溶けちゃいそう。そうなるとね、バルーン出しすぎですね。表のバルーンがもう、ここで潰れるのに裏にバルーンが1体しかいないというところ。こういう時、星さんとかだと10何体まだ手元に残ってるんですよね。ロイヤルチャンピオンがブーメランを放ちつつ、残ったところにヘイストかけて、そうなると第1クロスが不在。第1クロス取れるようなジャイをね、出してあげれば。ただこれ、ロイちゃん強いぞ。おでん。そこを突破できるか、ナイスディギーすぎる。さあ、これ、ロイヤルチャンピオンに入らないようなターゲットが取り続けることができそうなんですが、時間の方も結構しんどい。ここでロイちゃん落ちていく。さあ、時間との勝負ですが、96% 間に合わず。さあ、クラウス。最終アタック。攻めなくてもすでに星数で勝ってるというラストアタックですが、ジャンプの入ったクイヒーラバルですね。オーデンはオールが採用されているので陸オーデンではなく空型かな。ジャンプをどういう使い方するのか。オールブレーカーも2枚入ってますね。2のところからクイヒースタート。これは、ホーミングチェックのバルーンは、投石が被っちゃうとこういう感じでね、ダメージが出るんで。あと、イーグル一発もらうと GG になっちゃうんで、ここちょっと気をつけたいポイントですね。12時の方をオールブレーカーで穴開けしているので、そちら側から入りたいよというところ。リクスケの方がこれは、スニゴブかな、スニゴブによって引き起こされ、バーバリアンかなこれ。バーバリアンによって引き起こされております。ここレイジを置きつつ、いいホーミングチェックが入りって、このタゲでロイヤルチャンピオンとかもね、処理ができそうですね。いや、いいコントロール。この後ジャンプ真ん中っていう流れなのかな。右でした。角度をかなりつけて、右の大角へ戻ってほしいんですが、援軍アイゴレ多いですね、対戦相手。おでんぞいて。おでんぞいてけど、モノリスの凶悪なダメージと比べると可愛いもんですね、こんなん。これ、キングとかシングル IT 区画にぶっ刺そうとしてたのかな。どうなんだろう、これ。テスラチェックをね、一回挟んだんですけど。キングは3時ですね。そっか、おでんぞがあるから。フリーズもう一回刺して、クイーンの方は、そういう形で入るんだ。ブロック打つかな、これ。レイジ打ってインビジブルの方。ブロックではなく、レイジインビジブルで対応。イーグルのターゲットがキングで取れてますね。キングのためのオールブレーカーを拡張でつなげていって、ベビドラ外周サイドカット。さあ、インビジブルターとモノリス。これは、先に解除できたのはいいという感じかな。さあ、タウンホールがようやく見えるようになりましたが、さあ、ここはフリーズをかけつつ、ラバルの方が6時からスタートというところ。さあ、タウン起動、クイーンではなくキングですね。キングの方がやってきました。ロイヤルチャンピオンも角度を変えてというところ、クイーンの HP はギリギリなんですけど、クロークがまだあるので大丈夫。タウンホール壁越しに打てるようなルートなので、このまま打ちつつ、マルチ IT もクイーンで内側を追って、終点これね、バルーン16体まだ残ってるんですよね。
上手い人はちゃんとね、最初に出し切らないで、さっきのアタックとかはね、手元に1体しか残ってなかったんですけど、まあ、これで意味がわかるかな。手元にまだ16体。うん。まあ、いろんなユニットをね、トームにかけて出したいっていうのはもう当然わかるんですけど、さあ、裏に大量にバルーンがやってきて、まあ、ポイズンタワーのタゲを最後取るようにテスラチェックしたのかな、きっと。帰ってこなかったらポンとバルーン出すだけでポイズンタワーのタゲが吸えるので、まあ、先にチェックしたっていう感じかな。どうだろう。あのタイミングでやる必要もそんなにないけど、50%勝手に超えるからね。さあ、99から時間はギリギリ間に合って 100% ガーサス。はい、というわけで終了いたしまして、14対10というところで、まあ、ベルナウもね、時間切れでほとんどパーフェクトということで、もう本当に14点のスコアが続きますね。ナビぐらいじゃないですか、こんなに。ハイレート、ハイヒットレートでね、バンバン全開取ってんのは、タウンホール15というものの環境にすごく慣れて、まあ、バランスとかそういうのもね、タウンホール15のクラクラを理解してる感じがしますね。まあ、PS ももちろんそうなんだけど、ゲームに対する理解度っていうのがね、本当にクラクラは大事になってきます。それが本当に昔からすごいのが、このメンバー。まあ、非常にいい展開でしたね。対戦相手の方はね、そんなに強くないクランで、配置もちょっと古い部分が多かったんですけど、まあそれでもこんなに安定して展開をね、連発するっていうのは普通のクランじゃ取れないことだと思います。はい。というわけでこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、お願いします。それでは